皆さんこんにちは、石野花宝です。今回は羽が苦手な人の特徴トップ3ということでお話をしていきます。羽と言ってもいろんな羽が想像できると思うんですが、例えば月のように内側に跳ねる羽と風のように外に向かって跳ねていくものとありますよね。今回はこの内羽外羽どちらにも共通するうまく描けない方がこうやって描いてないかなっていう特徴を3つお話しさせていただきたいと思います。これからお話しする3つのポイントを意識していただくだけで、今よりも確実に羽が描きやすくなったり、上手に描けるようになっていくと思いますので、ぜひ羽苦手だなと感じている方は最後までご覧ください。羽がうまく描けない人の特徴第3位は、手首で跳ねているです。手首で跳ねているってどういうことかっていうと、こう線を引く時って皆さんこうしっかり腕を動かして描いてると思うんですけど、跳ねる時にしっかりこう腕動かせてますか？外に跳ねる時も中に跳ねる時にもこの肩から手が動いているこの感覚を持って描いていますか？皆さんの描いてる様子を見ていて、こう羽が苦手だなっておっしゃってる方のほとんどが手首が動いてしまってる印象なんですね。または指ですね。指先とか手首とかで描いている印象です。例えばこんな感じですね。こう線を引いていて月の羽とかでこう降りてきます。あ、いい感じいい感じって言って。で、羽の時になったら急に手首をこう返しちゃう。こう手首今まで下向いてたはずなのに、急に羽になった瞬間横に向けちゃうんですね。でそうすると確かにピョンって跳ねる感じにはなるんですけど、収出部分まで力が維持できない弱々しい羽になってしまったりとか、息の短い羽になってしまったり、またはかすれすぎてスカスカした印象になったり、いろいろ良くないことが起きてくるんですね。なのでぜひ皆さんも羽を描くときには収出部分までしっかり腕を動かしながら描く。大きな外側の羽も一緒ですね。気持ちの気って書くときとか風とかの外羽も一緒です。こう、おおらかに腕全体で運んでみてください。そうすると最後まで粘りのある力強い羽になります。で、良くないパターンの羽っていうのも実際に描いてみたので、こちらご覧ください。皆さん、この4つの羽の中で、どれが一番いい羽かわかりますか？ちなみに私はこの4つの例を書くときに3本は手首で書いてます。で、1本だけ肩から手を動かすように腕全体を使って書いているんですよね。皆さんにはこの4本の違い見抜けるでしょうか？見抜けた方は相当目が肥えていると思います。じゃあ正解を言いますね。正解は一番左下の羽が最もいい羽です。収出部分、線の最後まで気を抜くことなく粘りのあるしっかりとした羽になっていますよね。で、他の3本はそれに対してちょっと急いでしまっている印象です。羽にスピード感がありすぎますよね。どうも落ち着きのない印象になってしまっているような感じがします。で、一個一個解説させていただくと、左上の外羽はちょっと内側に跳ねすぎてますね。こう進んできた方向と同じ方向に跳ねてしまっているので、とっても懐が狭くって、余裕のない印象にもなってしまっていますし、手首で跳ねていることによって軽い印象、なんか重みがないなっていう感じがしますよね。次は右上の羽をご覧ください。今説明していたこう来た道を戻るような羽に比べるとまだマシな気はしますが、これは反対に外側に向かいすぎていますね。これ何が良くないかっていうと、普通に見た目からして開きすぎっていうのもあるんですけど、これだとバランス取れないですよね。開きすぎっていうのもあるし、この開きすぎなんで良くないかっていうと、筆脈が貫通しないんですよね。だいたいこういう羽の後って上の方に点が来たりとかたすきが来たりとかするんですけど、次に向かう感じがしないですよね。なので筆脈が途切れ途切れになっているっていうこと、これ良くないですよね。そして最後まで力が保たれていないので雑な印象も与えてますし、最後まで集中してないなっていうような印象になってしまいますから、こういうのも気をつけましょう。では最後に右下の羽を見てみましょう。右下の羽は一見美しく見える方もいらっしゃるかもしれませんね。これちょっと引っ掛け問題なんですけど、これは一見伸びやかで大胆に跳ねてて角度も合ってるような感じがしますよね。最後も割とこうシュッとまとまってるし、かっこいいような雰囲気なんですよ。でもこれは
NG なんです。何が良くないかっていうと、収筆まで、末端まで線が維持できていない。これではスカスカした印象になってしまって、線質がいいとは言えないんですね。ここは結構見極めが難しいところだと思います。たくさんの古典を経験すればするほど、これがダメっていう理由が分かってきますので、皆さん、もしこれがなんでダメなのか、今まだ分かんないなっていう人もいるかもしれません。だけども、中国古典などを臨書するようになると、この羽がダメな理由がだんだん分かってきますので、ぜひ皆さんも古典の臨書をしてみてください。古典の臨書をすることによって、この線がなんでよくって、この線がなんでダメなのかっていうのが明確にわかるようになって、自分の字が確実に向上していきます。思いがけず古典の話もしてしまったんですけど、手首で跳ねると絶対に軽い線になってしまうので、手首で跳ねないっていうことを皆さんも意識してみてください。羽がうまく描けない人の特徴第2位は、穂先が最後まで線の真ん中を通っているですね。で、これすごい難しい話今から言うので丁寧に説明していきたいんですが、まず穂先が線の真ん中を通ること自体は全然悪いことではありません。むしろいいことなんですね。跳ねる瞬間、このグッと筆圧をバネを効かせるこのタイミング、送ってきてピタッと止まって跳ねるこのタイミングの時に、穂先が線の真ん中にいる中方の状態になっているのがまずいっていうことなんですよね。で、どういうことかっていうと、例えば月の羽で説明しましょうか。月って書く時の跳ねる時って縦線を引いてる時には中方になってていいと思うんですね。その方がいいかもしれない。中方で書きますよね。で、このままの状態で跳ねるとどうなるかっていうと、跳ねた時にいきなり太さが出るんですよ。この手のひら、筆だと思ってください。こっち穂先です。こっちが筆の腹です。こうやって縦線を引いてきました。今の線の幅はこれだけしかありませんが、このまま穂先が線の真ん中にいるこの状態で跳ねるとどうなるでしょうか。この細さの線がこんなに開いて太い羽になってしまいますよね。これだともう激ダサなんですよ。もう何この変な牙のような羽みたいな感じになっちゃうんですよね。すごいいかつい感じになるんです。なので理想はどうなることがいいかっていうと、線を引いてるこの双筆部分、双筆って言います。線を引いてる時、双筆部分とこの跳ねる時の太さが1対1、同じ太さになってるのが一番綺麗です。ヒュー、この細さで跳ねれると最高なんですよね。こうやってそのまま送っていくとこの太さで出ちゃいますからね。で、それを気をつけてほしいんですよ。だから跳ねる瞬間に穂先が線の真ん中にいると、そういう筆が開いたような分厚い羽になってしまいますので、私が言いたいのは、筆を送ります。中方でいいですよ、全然。でもこの跳ねるタイミング、バネを効かせるタイミングでは、穂先が線の月だったらこの内側にいてほしいんですよ。内側に向いた状態で跳ねてほしいんですよね。超難しいこと言ってる。これオンラインスクールの基本点覚の動画では丁寧に筆使いを載せているので、今1週間無料体験やってるんで、もし筆使いが気になる方はぜひオンラインスクールの1週間無料体験ぜひ覗いてみてください。で、今私が説明してるこの跳ねるタイミングで穂先がこの羽の内側に来た方がいいっていう話なんですけど、これ月とか例えば子供の子とか内羽以外にも言えることで、例えば風なんかの外羽の時にもこうやって送ってきますよね。湾曲して送ってきます。その時に穂先が線の内側にいて跳ねるとめっちゃ綺麗にまとまるんですけど、これが例えば送ってきた時に穂先が線の真ん中を通る中方の状態になってると、今この線の太さですよ。この線の太さで来てるのに、跳ねる時にはこの線の太さで跳ねることになるんですよ。わかりますか？今めっちゃわかりやすい説明してると思うんですけど、風、この線の細さで来ました。でも跳ねる時にこのまま跳ねるとめっちゃ太くなるみたいな現象です。これなる方めっちゃ多いと思うんですけど、こうやってこの押さえるタイミングで穂先が側筆の状態、線の上側にいるようにしてください。そうやって跳ねてあげると、この送ってきた双筆部分の線と跳ね上げた時の線が全く同じ太さ1対1になるんですよ。で、収筆もめちゃめちゃ綺麗にまとまって閉じやすくなりますから、ぜひ試してみてください。
がうまく描けない人の特徴第1位は、筆の腹を使って描いてしまっているですね。で、皆さん、筆の腹とか筆の穂先とかってどこの部分のこと言うか、ちょっとおさらいしてみましょうか。筆の腹っていうのは、だいたいこの穂の真ん中あたり、この辺はもう腹ですね。この中間部分腹って言います。で、この先っぽのこと、ここを穂先っていう風に言うんですよね。で、私はいつも生徒さんなんかにも楷書を書くときには、穂先をしっかり聞かせて書きましょうね、みたいなアドバイスをさせていただくことが多いんですけど、そのぐらい皆さん無意識のうちに腹まで使ってしまっていることが多いんですよ。例えば、今回説明している羽に限らず、右払いとかの太い線ってあるじゃないですか。だんだん太くして払ってあげる。ああいう線って、こう筆圧を徐々に加えていって、押さえたら押さえた分だけ太さが出るって思ってる方いらっしゃいませんか？実はそうではないんですよ。右払い、太い線なんですけど、穂先だけで描いています。どういうことかっていうと、穂先が筆なので、こう開いたり閉じたりしてくれるわけですよね。なので、その筆の開閉を使って太さを出しているんです。なので、右払いは決して押さえすぎない。こう、徐々に筆先を開いて、払って、また筆先が閉じていくみたいな、そういう筆の開閉を使った線なんですね。だから、楷書、他の書体でもそうですけど、どんな書体でも割と穂先1センチとか 1.5 センチとかくらいで十分にかけてしまうんですよ。腹まで使わないと太さが出せないっていう思い込みをもう捨ててください。その思い込みがあることによって太い線を見たらこう太くするために腹まで押さえちゃうみたいな、そういったことにもなってしまいますから、ぜひ全ての線は穂先で描かれているくらいにも極端ですけど言ってしまってもいいんじゃないかなって私は思っています。で、今回の羽もどうして筆の腹を使うと良くないのかっていうと、穂先がばらけたり最後うまくまとまらなかったりとか、穂先が紙面から離れることによってかさついた線になってしまう。だから腹で描いてはいけないんですよね。どういうことかっていうと、筆圧をかけるっていろいろな筆圧ってあるんですけど、こう本当に力いっぱい押さえる、これも筆圧ですけど、同じく筆圧でも押さえすぎないこういう筆圧もあるわけですよ。穂の弾力を効かせる、穂先をバネにする、このバネな感じわかりますかね。これも筆圧をかけるなんですよ。書はどっちかというとこれですからね。筆圧をかけるってこれです。これが筆を立てるっていうことでもあります。よく筆を立てるってピシッてこの垂直に立てるの筆を立てるって思ってる方多いと思います。それももちろん筆を立てるって言うんですけど、でも厳密には筆の軸が寝てたとしても、穂先にバネが効いて筆の弾力が保たれてる、これ筆立ってるって言うんですよ。この筆が立ってる状態で跳ねてあげると本当に跳ねますし、で粘りのある強い線になるんですよ。いくら押さえてぐーっと筆圧かけて腹まで使ってしまっていると穂先が紙面から浮くので、穂先が紙面から浮いた線ってこんな感じなんですよ。すんごいガサガサの汚い線じゃないですか。で、こうならないためにも穂先を紙面から離さない、これが大切です。穂先が紙面から離れるほど筆圧をかけてしまうとガサッとした線になりますから、穂先を紙面から離さないで筆圧をかけるんですけど、穂先にバネを作るっていう筆圧のかけ方ですね。これをしっかりマスターしていただくと、羽が潤いのあるめちゃめちゃ綺麗な理想的な羽になります。で、ここまででたくさんポイントを解説してきました。第1、第2、第3位全部解説しましたけど、で、実際にこの羽っていろんなパターンの羽があるので、今回の私の3つのポイントに当てはまらないものも中にはあるかと思います。例えば、この外羽でも右上に向かってスーって跳ねていく、先生の線みたいにこっちに跳ねていくやつとかあるんですよ、古典の中には。そういう羽を描くときにはまた私が解説してた角度とまた違うことになってきたりとかもするし、あとはこの内羽でも3段階で跳ねる内羽とかもあったりして、それは穂先が線の内側にいるようにして跳ねましょうっていう説明ともまた変わってきたりとかするので、今回はスタンダードな内側に跳ねる羽と外側の羽を解説させていただきました。ちょっと誤解のないようにいろんな羽がありますよって最後にちょっと補足として伝えさせていただきます。最後にお知らせです。私が運営するオンラインスクールでは漢字や仮名の基本点覚はもちろん、楷書、行書、草書、隷書、篆書、調和体など様々な書体の解説付きお手本動画を毎月配信しています。
わからないところがあったら動画で添削も受けられます。そして月2回びっちり1時間ライブ講義を受けることもできますので、未経験者はもちろん、これから書のプロを目指したいと考えてらっしゃる方も、全ての方に本格的にオンライン上で学べる環境を私たちは整えました。興味のある方はコメント欄と概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから覗いてみてください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。